で私は前ベニハナというレストランをやってまして、でそこの CEO だったんですけども、紅花って赤なんで結構赤い、ドレスを意識的に、買ってました。でそれぞれのドレスには一つのお店がオープンすると私は赤いドレスを一つ買ったり作ったりするんですね。はい、思い出のドレスです。これも真っ赤なドレスなんですけど、袖のところがはい、これね、これはメキシコのオープニングの時に行きました。その時は私のちょうど誕生日だったんですけど、思い出のドレスですね。誕生日とオープニング一緒に着たドレスです。それ言われてみるとメキシコ的。そうですね。ちょっとメキシコ的な感じ。それと、お気に入りのドレスって結構いろいろあるんですけど、思い出のドレスっていうのは、これは私がロッキーさんと、結婚をした時に着た随分古いドレスなんですけど、今でもやはりこのドレス大好きです。これはですね、オスカー・デラレンタのドレスで全部手でがしてあるんですね。だからこれをこう引きずって歩くんですよ。こうやってね、ちょっと待ってください。こうやって引きずって歩くんで、この引きずった歩いたおかげでずいぶん踏まれちゃったりして踏まれちゃって動けなくなって、自分の主人にも踏まれて、あなた何やってんのよって、私のドレスを組んでと。でパーティーの時に大喧嘩をした思い出のドレスでもあります。でもすごく映えるドレスですよね。きっとゴージャスで。はい、素敵。これは髪はこうアップにして、とてもなんかエレガント。全部刺繍です。はい、すごいですよね。オスカー・デラレンタですね。やはり一番いいのはシャネルのスーツだったんです。で今なかなかそのスーツ着ることないんですけれども、全体的にファッションが世の中の傾向があんまりスーツを着るっていう感じではないですよね。ですけどこのスーツ、ピチッとこのシャネルのスーツを着るとなんか頑張るぞっていうような感じでした。はい。このシャネルのスーツなんですけど、こんな仕事してたんで、こういうのちょっとなんかゴミがピッピッ、こういうこのねジャケット類のシャネルですね。はい、それとかあとやはりね、これもやはりね紺色のこういうこの黒のシャネルですね。これ全部スーツなんですよ。割と紺とか黒とか。やっぱりそうですね。ビジネスで着てたんで、これもそうですね。これもやはりシャネルの。これもスーツですね。はい。で、これはやはりこれはやっぱりこれもシャネルの。こんな感じかな。こういう感じかな。これもシャネルの。結構ぴったりくる感じですよね。そうですね。これは高い靴履かないとなんか引きずれちゃう感じです。あとシャネルで結構やはりシャネルは昔からその仕事着として私は着てたんですね。そして前若い時に、将来シャネルのスーツの似合う女になりたいとか。おいくつぐらい？それを思ったのは多分20代の頃だったと思う。20代か30代ぐらいの時でしょうか。やっぱり40代になったらあまり若い時はシャネルのスーツが似合うと思わなかったので、やっぱり40代ぐらいにシャネルのスーツがバチッと似合うような女性になりたいなっていうふうに思いましたね。そのブランドに着られないような、自分でも中身がしっかりあるような、そういうような服に着られないはい、まだありますね。これも私のちょっと明るい感じのシャネルですね。可愛いですね。これもシャネル。シャネルって言うとでもこういうタイプのが思い浮かびやすいですけど、やっぱり黒とかビジネスっぽいのが結構。それはね、はい、ビジネスで着てたんで、はい。でもそれからやっぱりこういう
もうこれなんて本当に This is a シャネルのっそうですねていう感じこれなんかのシャネル。黒のなんかスカートとかスカート、そうですね。えこれももうビビッドのシャネルですね。今身につけたここみんなアクセサリーもシャネル。あ、これもシャネルですね。あとまあただの白いね、こういうシャネルのねジャケットは、これはなんかこう重宝して、そうですね。これなんかただの白いジャケットなんですけど、まあ白って言ってもね少しクリーミーな感じの入れですけどね。そこ全部だからシャネルになってる。そうですね、大体ほど、そうですね、この辺一角なんか全部シャネルになってますね。はい。でこのまあこれはちょっと違いますね。これはこれはなんだ、これ私が入れたんじゃない、ここアンジェリーカが入れた、これここじゃないんだ本当は。これはあれです、何でしたっけ、イタリアのほらロベルト・カバーリ、ロベルト・カバーリ、素敵です。うん、これもいいですよね。私もこれも素敵ですよね。ジーンズとかでもそうです。これはもう白いジーンズとか普通のジーンズで、まあだとはもう大体こういうスーツ系、みんなこうシャネルですね。これをみんなスーツで、まあ綺麗な色まで、なんかっていうことで、盛んに着られたやっぱ40代ですか。そうですね。40代からそうですね。40代からやっぱり盛んに40代からでしょうね。40代からぼちぼち買い始めたのかも。20代の頃にだから思ってらした。そうです。そういう理そうです想の40代になられたわけですよね。そうです。30の後半ぐらいだったかな。わかんないですけど、初めにね少し1枚とか、2枚とかね、まあこういう。一番最初の買った時ってやっぱり結構ドキドキされました。いや高いなと思いますよね。なるほど、まあそりゃそうですね。で当時で例えばこれなんですけど、今からもう何十年も前なんですけど、当時で5500ドルでしたよこれ。ってことは60万ぐらい。そうです。今から20年ぐらい前でも、はい。だからやはり高いですね。そしたら自分の家のねテレビがなんかすごい安いなと思って。家電の方が。急になんで家電ってこんなに安いんだってすごいと思いましたよ。でもそれは今着られても素敵ですよね。今。そうですね。今いいと思いますよ。はい。あ、それもなんかいかにもシャネルですね。これ。これに真珠のね、このぐるぐるをやって、This is Chanel ってはい、でシャネルの感じですね。まあシャネル、まあパーティー用のドレスとかも、長いロングドレスとかもたくさん着ましたけど、ただ、ロングドレスの問題は写真が出ちゃうじゃないですか。例えばとか、そうするとなんか次に着ていけないので。ですからいつも毎年新しいそのロングドレスをイブニングドレスは作らなきゃいけなかったんですよね。ですからしょうがないので、まあ他の国でのオープニングで着るとか、なんか別のオケージョンを探して、ロングドレスは着てましたね。これはでも社交界の方あるあるの悩みですよね。必ずどっかに乗りますからね。そうですね。ですからスタイリストがついてらっしゃる方はスタイリストの方に頼んでなんか借りてくるんですよね。でその代わり例えばグラビアのところにウェアリングでクリスチャン・デュールとかね、なんかいろいろベルサーチとかなんかいろいろ来てね。アクセサリーもそうですよね。そうです。マジソン街にありますけど、やっぱいろんなアカデミー賞なんかで。借りて。そうです。みんなあれはみんな借り物ですよね。はい。それじゃないと大変ですよね。あの方たちの場合ね、もうこのクローゼット100ぐらいないと間に合わないでしょ。ベソスとかじゃないから。で靴もそれにどういう靴を？自分の、私はねハイヒールが大好きなんですよ。でなぜハイヒールが好きかっていうと、なんとなくこうハイヒールを履くとなんかスッと背筋が伸びて、なんか女性らしいような気分になるっていう。でまあいろいろここになんか靴なんか所狭しと並んでますけど、まあそうですね。私はこの赤いねこの靴好きですの。これとても自分の好きな靴の一つなんです。ロングドレスとも合いますよね。とてもねそれもそうだし、あとはこのまあ定番なんですけど、このバレンティーノのね、これはねジーンズでも何でも合うんですよ。あ、そうですね。そのスタッツが。
はいはい。これも定番ですよね。結構定番のものを買ってますね。考えてみたら。でもケモさんっていうとなんかラブちゃんですね。さっきさっきのがあれでしたね。あとジミーチューとか。はい、あとこれもねジミーチューのこれ高いでしょ。これちょっと拷問じゃないですかこれ。でもね結構それを履きこなしてるんですよ。あとはジミーチューって下にそうですねあったんですよ。とかね、なんか開かないの結構閉まっちゃってるんですけどね。あとね私の好きなのはこれが結構気に入ってるんですよ。これいや違うマノーのブラウン。はいはい。それもセックス・イン・ザ・シティですごく世界的に有名になったブラウン。この靴はね履きやすいんです私。なんか足型があってて、やっぱり靴ってメーカーもともかくとしてもやっぱり履いてるうちにねだんだんと足が痛くなる靴はダメですよね。そうですね。ダメです。足が痛くなるのは。でその靴好きですね。やっぱりなんか靴で長い間ね靴も履いてるとやっぱり足が痛くなっちゃうんで、特にパーティーとかで立ってるうちにだんだんと足が痛くなって。これだってヒールの高い靴じゃなくても、要するにその足の形に合わない靴。そうなんですよ。そして日本人は結構段広の人が多いんで、そうなるとあれですよね。これもねなんかたまに綺麗じゃないんですけどね。これ今なんかずっと履き慣らしちゃったんで。でもこれなんかあんまりこれもジミーチュー。これもジミーチューですね。これもなんかジミーチューですね。これなんかこうちょっと履き慣らして。なんかパーティーらしいですねこれ。そうですね。この辺の靴とかやっぱりお気に入りの靴はやっぱりこの辺りですかね。そしてこの目の前になってるんですけど、これダイニングテーブルがあって所狭しとギュー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 という感じで。